はいどうも皆さん、こんばんは。WD23 スタジオでございます。本日はですね、2023年11月の24日、ファンタジースプリングスの様子を見ていきたいなと思います。というわけで、こちらリゾートラインに乗っているわけですけども、おやおや BGM がなんとクリスマスになっておりますね。東京ディズニーシー、そして東京ディズニーランドともにクリスマスの装飾が目立つ、そういったね、シーズンがやってまいりました。非常にね、華やかで、大好きなね、私も季節となっておりますので、皆さんぜひ東京ディズニーリゾート来た際にはクリスマスの、ね、雰囲気を存分に味わっていただければと思います。そしてね、40周年のイベントも東京ディズニーランドではやっておりますので、ぜひそちらの40周年のイベントも楽しんでいただければなと思います。それではですね、クリスマスの季節となった東京ディズニーシーのファンタジースプリングス見ていきましょう。どうぞ。はい、ディズニーリゾートラインになりまして、東京ディズニーランドステーションを出たところになります。本日の内容をこのような形でやっていきます。まずはリゾートラインからの様子、ベイサイドステーション周辺、そして画像解説をですね、いつも通りやっていきたいなと思います。まずこちら見えてきましたのがバスターミナルウエストになりますね。そしてその奥にありますのが新スペースマウンテンの工事の様子でございます。新スペースマウンテンの工事はですね、今現在掘削工事を行った後、その場所をですね、基礎工事を行っておりますので、別の動画でこの辺は詳しく見ていこうかなと思います。そしてその奥に見えてきましたのはラプンツェルの塔、そしてラプンツェルの森のエリアとなっております。見えましたね、今塔がね。はい、そしてその手前の大きな箱はノースマウンテンフローズンジャーニーとなっております。そしてそのノースマウンテンにはエルサのアイスパレスを見ることができるようになっておりますね。足場の場所はですね、そんなに大きくは変わってないように見られますね。後ほど詳しく見ていきましょう。そしてこちらがですね、東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのファンタジーシャトーですね。デラックス棟となっております。そしてその手前にあるのがデラックス棟側の駐車場、屋外駐車場とそのゲートとなっております。そして間もなく見えてくるのが東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルの車寄せドーム周辺となっておりますが、その車寄せドームのところですね、ミッキーの魔法の泉があるんですけども、そちらのですね、噴水の方、後ほどちょっと写真が撮れたので見ていきましょう。そしてこちらパークエントランスとなっております。それではですね、この後はネバーランドアドベンチャー側でございます。はい、ネバーランドアドベンチャーがですね、グランドシャドウに送りラプンツェルの登場、リーロジャー号、ピクシーホロー、そしてその裏の盛り土だったところ、アレンデール城、ノースマテン、フローズンジャーニー、エルサのアイスパレスもあります。アレンデールの街、魔法の泉に、ファンタジーシャトウの中にはレストラン、そしてこちらメイン島のドームでございます。そしてここがですね、ネバーランドアドベンチャーの箱に、ファンタジースプリングスエントランス CP 島です。そしてこの後はサンプルヤードを見ていきましょう。はい、こちらサンプルヤードでございます。この後はですね、ベイサイドステーション見ていった後画像解説、いつも通りお楽しみいただければと思います。画像解説に関してはですね、あるものが見えましたので、こちらね、皆さんに解説していきたいと思います。お楽しみください。まずはこちら、ベイサイドステーション改札出たところになります。こちら東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのパークエントランス前となっておりますけども、足場がね、徐々に外れてきておりますとお伝えしている場所なんですが、フェイクグリーンだったりとか、石レンガの塗装、綺麗なものがですね、こちらから見ることができます。その下のところ、まだ足場がですね、残っているとお伝えしている場所なんですが、なんとここね、はい、木の枝とか骨組みとかがあった場所なんですが、そこにはですね、フェイクグリーンが設置されております。左右にね、ゲートのアーチがあるんですけど、そこのアーチの上ぐらいまでね、来ておりまして、右側ね、まだ設置されていないんですが、おそらくね、同じような形で設置されることでしょう。左側のですね、このフェイクグリーン設置されたもの、上にあるものとね、おそらく同じ種類の植物にはなるんですが、何の植物なんですかね。椿なのか、バラなのか、ちょっとごめんなさい。私自身植物がですね、詳しくはないので、何の植物かちょっとわからないんですが、こんな感じでフェイクグリーンがね、設置されているパークエントランス前となっております。そしてこちら手荷物検査場と思われる場所になっておりますけど、その屋根のですね、骨組みのところはまだ看板設置されていなくって、その下のところですね、床がされておりますということで言っていた場所なんですが、綺麗ですね、本当に。何の石でしょう、戦力岩とかなんですかね。はい、ここに石の床がね、ここ敷かれているということで、非常に綺麗なね、マス目が見えております。
まだここ配線は見えておりますので、まだ何設置されるかわかんないですね。そしてこの周辺はですね、植栽が植えられたりとか、あとはスピーカーがね、設置されたり、あとは柵が植えられたり、あとはですね、周りの石レンガのですね、床が敷かれていたりといった形で、いろいろなね、細かい整備の方が進んでいる現状であります。それではですね、ベイサイドステーション周辺見ていっていきましょう。まずはですね、こちらから見えますネバーランドマウンテンでございます。煙、さあ見えるんでしょうか？ネバーランドマウンテン見ていきましょう。はい、こちらネバーランドマウンテンですけれども、かすかに上のところからね、煙が若干黒い煙が見えております。前回よりはね、ちょっと煙の方は弱いんですけども、こんな感じでネバーランドマウンテン、それぞれの日で、その煙出る出ないっていうのはちょっと変わってくるかもしれないんですが、オフィシャルホテルね、利用する方であったり、トイストーリーホテル、そしてこのベイサイドステーションをね、利用する方は、こちらのネバーランドマウンテンの煙見ることができるかもしれないので、ぜひ、ベイサイドステーション降りた際にはですね、気にしてちょっと見ていただければなと思います。背の高い山がありますので、ノースマウンテンと、あとはネバーランドマウンテン、その2つの山のね、どちらかになるかなと思いますので、白い雲がかかっているこの山、こちらがネバーランドマウンテンとなっております。それではですね、画像解説見ていきましょう。まず画像1枚目、こちらでございます。東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのパークエントランス前となっておりまして、こちらのファンタジースプリングス、自然とかがね、モチーフとなっている場所が多いんですけども、そんなこのファンタジースプリングスから溢れ出るね、魔法かのように、この植物のね、フェイクグリーンがここのゲートの周辺にあしらわれております。ファンタジースプリングスのパーク街に関してはかなりシンプルな作りとなっているホテルなんですけども、こちらのファンタジースプリングスホテルのパークエントランスのところだけですね、ファンタジースプリングスの自然や魔法が感じられる、そんなパークエントランスとなっているんですよね。ぜひですね、ベイサイドステーションを降りた際にはもう必見でございます。本当に美しいですね、パークエントランスが見ることができるようになっているんですよ。そんなパークエントランスでですね、フェイクグリーンが設置されたのでそこに目が行くかもしれないんですけれども、手荷物検査場の場所にもですね、新たに装飾が施されておりまして、白い美しい床がですね、ここで見ることができるようになっております。その周辺のですね、石レンガとはまた別の材質がおそらく使われていそうかなというようなデザインになっておりますね。皆さんいろんなね、予想しているかなとは思うんですけども、私自身ですね、このパークエントランスの面積とか規模感見てもですね、おそらくなんですが、ファンタジースプリングスホテル宿泊者のみの利用となっているかなという予想ではありますので、ぜひですね、皆さんファンタジースプリングスホテル、そしてバケーションパッケージの予約が始まったらですね、頑張って予約していきましょう。そしてそんなファンタジースプリングスホテルの車椅子製ドームがですね、奥に見えておりますが、こちらのミッキーのキャラクターロックがあります。こちらのミッキーのキャラクターロックに関してはですね、ちょっとここ拡大して見ていきますと、以前見た時よりはですね、しっかりとミッキーの顔が見ることができるようになっておりました。パーク側のメインとドームのところはですね、魔法使いの弟子のミッキーがいます。そしてその反対側のパーク街に関しては車椅子ドームのですね、もう本当に入り口のところにこのミッキーのキャラクターロックがあるわけなんですけども、おそらくこれミッキーの巨人退治のコスチュームではないかなと思われます。このコスチュームデザインもですし、その奥にですね、巨人の手のようなものがですね、ここありますね。おそらくですね、そういったところからここにあるキャラクターロックに関しては、ミッキーの巨人退治のコスチュームのミッキーのキャラクターロックがあるんではないかなと思われます。そしてそんなファンタジースプリングスホテルグランドシャトーの隣にはですね、ピクシーホロ裏のところ、もともとですね、ここ盛り土だったところがあります。そんな盛り土だったところなんですけど、全くですね、盛り土の様子はですね、感じさせないぐらいもう変わっておりますね。様変わりしてしまった盛り土だったところなんですが、おそらく、ここ建物がね、何かしら立ちそうな感じですよね。ロックワークになるのか、それともですね、ここには何かしらのバックステージエリアの施設が来るのかというところなんですが、明らかにゲストがですね、出入りするような場所ではないので、おそらく使われるとしてもキャストさんとかが使うようなバックステージエリアの施設となるんではないかなと思います。その建物の上にもしかしたらね、ロックワークができるかもしれないですね。目隠し用でですね、ファンタジースプリングスからパーク外の施設が見えないようにしなくてはいけないので、そういった意味でのね、目隠し用としてこちらの建物がさらに追加してできたと思われます。
そもそも盛り土を作る意味があったのかと言われると微妙なところであるんですけども、もしかしたらですね、盛り土を一度作って、その高さだったり大きさだったりが足りなくて、新たに作り直したのかなという印象ではあります。はい、そして先ほど見ていたこちら、ネバーランドマウンテンでございます。ネバーランドアドベンチャーという超巨大なモーションベースライドのアトラクションのロックワークとなっておりますけども、ネバーランドマウンテン、煙ですね。この写真だと若干ぽやっと見えますね。ぽやっと見えますけども、はい、写真ではなくてやっぱりね、映像で見るともう本当にしっかりとですね、こちらの噴火の様子が見ることができます。前回よりもですね、この煙の色としては黒っぽいような感じで、量もね、前回よりはかなり少なめの量の噴火でありました。日によってですね、結構その噴火の様子はなんか違うみたいで、噴火してない日もあるみたいなので、もしベイサイドステーション降りた際にはですね、こちらのネバーランドマウンテンぜひ見ていただければと思います。非常に遠いんですけども、東京ディズニーランドステーションからも見えますし、あとですね、東京ディズニーシーのレイジングスピリッツなんかからもね、見ることができるようになっておりますので、ぜひね、そういった施設から見ていただければと思います。はい、続いてがですね、久しぶりのラプンツェルの森のエリアのお話行ってみましょう。こちらがですね、ラプンツェルの森にある、可愛いアヒルの子のレストランとなっております。スナグリダックリングってね、レストランの名前となっておりまして、カウンターサービスタイプのレストランとなっております。どこがレストランなのかというとですね、木が左側にあるんですけども、レストランの横にある、巨大なね、木となっております。木といっても本物の木ではなく、イマジニアの方々がね、作っております木となっておりますね。イメージするなら、スイスファミリーのツリーハウスのようなね、セメントとか、あとは木のね、フェイクグリーンというんですかね。そういったものがね、取り付けられているような形での木となっております。そしてその右側にあるのがですね、そのスナグリダックリングの屋根となっているんですが、そこにある風緑がですね、あるキャラクターでした。こちら見ていきましょう。こちらのキャラクターがですね、塔の上のラプンツェルでも出てきております、ショーティーというね、おじさんの天使のキャラクターとなっております。同じレストランの名前がですね、塔の上のラプンツェルにも出てきましたが、そのレストランの中でいるキャラクターの一人となっておりますが、こちらのね、はい、ここに風緑となっております。なので、塔の上のラプンツェルの映画好きな方はですね、本当に楽しめるレストランではないかなと思います。アトラクション以上にね、本当にちっちゃいプロップスとかが楽しめるようなレストランになりそうなので、カウンターサービスとはいえども、本当に楽しいレストランになるんではないでしょうか。そしてそんなラプンツェルの森のお隣のエリア、アレンデールのエリア見ていきましょう。こちら、アレンデール城となっております。アレンデールロイヤルバンケットというカウンターサービスレストランとなっておりますけども、そんなねですね、アレンデール城、まだ塗装しているんですよね。いやもうどんだけ時間かけるんだっていうぐらいの、本当に時間かかってるかなと思うんですが、屋根にですね、この足場沿って設置されているわけなんですけども、ちょっと拡大して見ていきましょう。なんで時間かかるかって言ったら、本当にこのパーツ一つ一つが色違うんですよね。本当細かいですよ。芸術的な仕事をね、されておりますが、これだったら時間かかるだろうっていうね、塗装の具合となっております。さらにですね、もうちょっと拡大して見ていきましょう。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。香港ディズニーランドにも同じようにですね、アレンデル城あるんですけども、全くデザインが変わってくるんですよね。アナと雪の女王のどのタイムラインをですね、テーマとしているかっていうところもまた違ってはくるんですけども、そもそものこのアレンデル城の色がですね、全然違うんですよね。あくまで私直接見てはいないんですけども、香港ディズニーランドのアレンデル城に関しては、割と同じような色がですね、ずーっと並んでいるような屋根となっております。ただ、このファンタジースプリングスのアレンデル城に関しては、本当に一つ一つのですね、この木のパーツが全く違う色で塗られております。そしてその上のところですね、おそらく銅が錆びるとこんな感じで青っぽく、緑色っぽくなるんですけども、その錆び、酸化したものがですね、ちょっと垂れているかのような、そういった風化した色がですね、こちらの屋根にも映っているんですが、そういうとこまで再現されております。塗装がね、剥げてその下に垂れているかもしれないんですけども、本当にこの新築物件ではないアレンデール城がですね、こちらのファンタジースプリングスでは見ることができます。これならですね、時間かかってもしょうがないということで、もう時間かかってもいいから、美しいアレンデール城がね、ぜひ見たいので、本当に楽しみですね。この足場が外れた時の完成した姿がね。はい。
世界中のディズニーパークには、それぞれね、お城があるんですけども、マジックキングダム型のパークにあるようなメインキャッスルに負けないそういった作りのですね、お城がこちらね、できるかなと思いますので、東京ディズニーシー初のですね、プリンセスのお城楽しみにしていきたいところであります。同じくアレンデールのエリアとなっておりますが、ノースマウンテンフローズンジャーニーでございます。巨大なボートライドとなるフローズンジャーニーになるんですけど、その上のロック枠がこちらのノースマウンテンになっております。そんなノースマウンテンにはエルサのアイスパレスがここにできております。前回から塗装の様子とかですね、あとは足場の位置とか大きくは変わっていないように感じられます。相変わらずね、階段のアーチ自体はないので、本当にこう急落下するようなね、本当にそういったエルサのアイスパレスになってしまっているので、このアーチ階段部分が設置されるかどうかはわかんないんですけども、そのエルサのアイスパレスが見ることができます。正直な感想としてやっぱりこう氷の透明感っていうところはなかなかね、こう表現しきれていないかなというところではありますけども、またね、夜に照明が当たった姿に関しては、この昼間とは全く違うね、印象だかなと思います。そして最後の画像、こちらでございます。パークエントランス前にあります魔法の泉となっております。その一部のですね、シンデレラのキャラクターロックがあるわけなんですが、前回ですね、こちらのガラスの靴が設置されたということでお伝えしておりました。その設置されたガラスの靴がですね、おそらく設置作業途中だったかなといったところで、傾いていますということをお伝えしていたんですが、今日見たところですね、設置作業中とよりかはですね、もう設置終了していますかね。おそらくそうかなとは思うんですけども、もともとコンセプトアート上ではですね、ガラスの靴は傾いたままではなく、しっかりと置かれているようになっておりました。ただですね、今現状に関しては傾いたままの設置方法となっておりますね。そもそもこのシンデレラのポーズ自体もコンセプトアートから変わってくるので、細かいところを見るとですね、いろいろ変わってきている部分があります。その一つとして、このガラスの靴に関しても、より自然な形でですね、シンデレラがガラスの靴が脱げてしまって階段にね、ポロッとこう落ちているかのような、そういった自然なこう映画をですね、感じられる、そういった構図となっております。今後観察していく中でですね、水が流れている姿を見ることができるかもしれません。ちなみに以前ですね、水が流れていることはあったようですが、私自身はですね、こう観察している中で見ることはできておりませんので、私としてもこのシンデレラのキャラクターロックから水がね、流れている姿早く見たいですね。はい、それでですね、いかがだったでしょうか。2023年11月の24日、ファンタジースプリングスの様子でございました。今回はですね、ファンタジースプリングスホテルのパークエントランス前だったりとか、あとはシンデレラのキャラクターロックに関してお伝えさせてもらいましたが、皆さんいかがだったでしょうか。オープンまであと7ヶ月をね、切っておりますので、今後のですね、本当に進捗楽しみにね、見ていきたいところでありますけども、現状今回もですね、かなり新しくね、工事進んでいる場所を見られております。それではですね、この動画いいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。私、WD23 Studios はですね、SNS、Twitter、X、Instagram、スレッズの方もやっておりますので、ぜひそちらのフォローの方もよろしくお願いいたします。それではですね、また次の作品でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。